ちは、あわです。今回はジャンクで入手したキハ25を整備していきます。加藤の40年以上前の室内灯非対用の製品となります。台車も片方ないですが、全体的にはそれなりにいい状態です。こちらに台車交換、室内灯組み込み加工、ボディマウントカプラー化の整備を進めますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは車両を分解していきます。台車とホロを外してから屋根を外します。旧製品はボディの裾と床板が爪で固定されているため、車両つま面からピンセットなどで屋根を押し上げて先に屋根を外す必要があります。前のオーナーさんは運転席側のホロを接着していますね。おそらくホロ接着時の接着剤が流れ込んでいるのか、屋根も先頭側が固着しています。慎重に隙間をこじってなんとか屋根を外せました。ホロはやはり固着しているので無理に外すのはやめました。床板と座席のパーツと爪で噛み合っている窓ガラスパーツを外します。窓ガラスパーツは窓サッシの飾りどころか窓に合わせた凹凸もありません。窓ガラスは薄いパーツなので割らないように注意しましょう。床板と座席のパーツを外します。床下機器と一緒の床板を外して分解完了です。次は台車取り付けと終電に備えた床板の加工を進めます。使用する台車はキハ30用の DT22 です。旧製品でも使えます。台車の終電板を通す穴が床板には開いていないので、穴開け加工が必要です。穴開けの位置にピンバイスで小さな穴を開けておきます。ピンバイスで開けた穴を後でドリルで広げていきます。最初からドリルを使うと滑って穴開けの位置がずれるリスクを下げるための下準備となります。次に電動ドリルで穴を 1.5mm に広げます。多少のずれは問題ありません。この後でもう一段階穴を拡大していきます。2.5mm のドリルに切り替えて穴を広げます。穴を横方向に広げるために先ほどと同様に開けた穴の左右にも穴を開けていきます。台車の首振りの可動域を確保できる広さに穴開けを続けます。全部で4箇所、1箇所に3つの穴開けを終えたら穴をつなげます。穴開け完了です。1箇所破損してしまいましたが、床板自体が大きく破損していなければ大丈夫です。次は終電周りの工作です。旧製品の床板に穴を開けても、実は現行品の台車の終電板は床板の上に頭を出してくれません。そのため次は終電周を床板の穴を開けた箇所に合わせて加工を行います。路上の終電周を加工していきます。取り付けイメージとしては終電周を床板に固定しつつ、穴を開けた位置だけ下方向へ厚みを持たせようと思います。終電周の内側部分は不要なのでカットしました。そして床板の穴部分の加工用に 0.2mm の銅板を終電周と同じ太さで切り出しました。この銅板を床板の穴に収まる長さにカットして終電周に重ね合わせることで床板から下方向へ厚みを持たせます。終電周に銅板を貼り合わせる位置をマーキングしておきます。4本の終電周に
マーキングをしたら銅板をカットします。床板に開けた穴の長さが 1.2 センチなので1センチでカットします。切り出した銅板を集電周に瞬間接着剤で貼り合わせていきます。集電周側に軽く接着剤をのせ、切り出した銅板をのせていきます。しっかりとした厚みが欲しいので銅板は2枚重ねます。集電周の加工完了。通電チェックを行います。集電周をレールに乗せ、貼り合わせた銅板に通電させます。これで DF50 が動けば通電 OK です。DF50 が動いたので通電 OK です。4本とも通電をチェックした後、念のため貼り合わせた箇所に側面からハンダを流し込みます。集電周側にハンダゴテを押し当てて、集電周側に熱を伝えて貼り合わせた箇所にハンダを接触させます。これで溶けたハンダが貼り合わせた銅板の隙間に流れ込みます。加工を終えた集電周を床板に固定していきます。集電周の遮端部側をテープ止めします。4箇所すべての集電周を固定していきます。集電周の固定が完了しました。次は前後の集電周をつなぎます。ウェイトが1枚だけでここに集電周が触れるとショートしてしまうため、ウェイトはセロハンテープで絶縁済みです。前後の集電周は 0.1mm の銅板でつなぎます。集電周に予備ハンダを薄く持っておきます。続いて銅板を集電周にハンダ付けしていきます。予備ハンダに銅板を重ねて、銅板側に熱を伝えて予備ハンダを溶かして接着します。終電周りの工作を終えたので台車を取り付けて通電チェックを行います。中心ピンもビス止めも不要な現行仕様の台車ですが、床板側が旧製品で対応していないため中心ピンで台車を止めます。通電させたレールに車両を乗せ、集電周に LED を触れさせて台車から車両への通電を確認します。無事 LED が点灯したので次は室内灯の作成へ進みます。まずは基板に電解コンデンサをハンダ付けして固定します。ブリッジダイオードをコンデンサの極性に合わせてハンダ付けします。コンデンサの足の先にテープ LED をハンダ付けしていきます。ブリッジダイオードから集電周への集電スプリングの位置を確認。集電スプリングをハンダ付けして通電確認。室内灯の詳しい作成方法は過去動画のちらつき対策を施した室内灯製作をご参照ください。車両へ仮組みして点灯テストを行います。この前に床板と座席のパーツの集電スプリングを通す箇所に穴を開けています。通電点灯確認ができたので屋根を戻して完成です。これで室内灯の組み込みまでが完了です。ちらつきもなく電解コンデンサが効果発揮していますね。次はボディマウントのカプラーを取り付けていきます。キハ58のカプラーセットを使用し、床板に固定する爪をカットしておきます。爪をカットしたカプラーセットを床下に接着剤で固定します。今回はタミヤのクラフトボンドで接着しました。
整備を終えた車両をレイアウトに並べました。右側からキハ25、先ほどまでの工作動画の車両ですね。中間はジャンク購入したキハ20で同様の工作済みです。左側のキハ58は現行品の動力車です。ジャンク入手したキハ20系は全てトレーラー車なので、動力はキハ58を用います。では走行させてみましょう。今回は40年ほど前の加藤のジャンク品キハ20系の整備を行いました。皆さんもジャンクからの蘇生工作に挑戦してみてはいかがでしょうか。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。